皆さんこんにちは。この動画では、プラトーとユニティを使った高品質なレンダリングテクニックについてお話しします。これは新しい機能の紹介ではなく、既存の機能を使った実例の紹介となります。ぜひ皆さんの制作の参考にしていただければと思います。まず最初に、この動画で作成するものの完成状態からお見せします。このプロジェクトでは、プラトーという国土交通省が主導する日本の 3D 都市モデルのオープンデータを使っています。プラトーはたくさんのデータを内包し、いろいろな用途にも使えるものですが、この実在のデータを使って品質の高いビジュアルを作りたいという要望もよくお聞きします。今回はこうした写実的な映像の作り方について、実演を交えながらご紹介したいと思います。このサンプルは細かな微調整も行っていますので、全く同じとは言えないのですが、おおむね同じ品質のものが皆さんのお手元でも再現していただけると思います。今回お話しする内容です。レンダーパイプライン、プラトーのセットアップ、環境の設定、カメラの設定とお話して、最後にまとめという形で進めたいと思います。では早速、最初のレンダーパイプラインについての話から始めます。レンダーパイプラインというのは、Unity でグラフィックを描く仕組みそのもののことです。普通、一つのエンジンにレンダーパイプラインは一つなのですが、現在の Unity には、なんとそのレンダーパイプラインが3種類搭載されています。それがこの3つです。従来からあるビルトインレンダーパイプライン、汎用性と拡張性に優れたユニバーサルレンダーパイプライン、そして精密で写実的な描画を目的としたハイディフィニションレンダーパイプライン、略して HDRP、この3つがあります。この中で今回は、この HDRP を使っていきます。HDRP は3つの中で最もリアルな表現に向いているレンダーパイプラインです。リアリティの追求のため、動かすハードスペックは他よりも高いものが必要となりますが、プラトーのような現実ベースの素材にはとても相性が良いものです。この HDRP を使う一番手軽な方法ですが、Unity で新しいプロジェクトを作るときに選ぶテンプレート一覧。この中で、HDRP と書かれたものを選ぶと、最初から HDRP が設定されたプロジェクトで制作を始めることができます。今回は上の方の Core と書かれているテンプレートから始めます。そうすると、このような画面でスタートします。右上に HDRP と書かれているのが目印です。続いてプロジェクトにプラトーを読み込んで微調整を行うところのお話をします。プラトーのデータは、アセットストアで配布されているプラトー SDK for Unity を使って簡単にプロジェクトに読み込むことができます。プラトー SDK のパッケージをインストールすると、このように Unity の中で読み込む地域や読み込むデータの種類、詳細度などを設定して、直接プロジェクトに都市データを読み込むことができます。プラトー SDK の詳細な使い方については、いろいろなところで紹介されていますので、ここでは省略します。今回は景観に必要な建物、橋、地形などを可能な限り LOD2、テクスチャがついた状態でインポートしました。プラトー SDK は HDRP のプロジェクトにも対応しているので、テクスチャなども初めから正しく表示されます。ただ今回は、プラトーのデータを C に読み込んだ後、プロジェクトの中で FBX 形式でエクスポートを行い、シーンに再配置しています。FBX のエクスポートもプラトー SDK からできますが、FBX で出力したデータは大きさが変わってしまいますので、すべてのデータのインポート設定のスケールファクターを100にします。また向きも変わっているので、X をマイナス90度、Y を180度回転させると、元のデータの位置と揃います。そして、なぜ今回 FBX にしたかという理由ですが、プラトーのマテリアルの設定で2つ調整したいことがあったからです。1つ目は、テクスチャが付属するすべてのマテリアルのメタリックの値が1になっている点です。このままだと、ビルなどの質感が金属っぽくなってしまうので、これを変えたいと思います。このパラメータは最初はグレーで表示されていて変えられないのですが、
FBX インポート設定のエクストラクトマテリアルという機能を使うと編集ができるようになります。これで全てのマテリアルのメタリックを0にします。プラトーには大量のマテリアルが使われているので、マテリアルを全選択して一括でパラメータを変更することをお勧めします。そしてもう一つの調整は DEM、地形のモデルデータにテクスチャを貼りたいということです。ただこちらはプラトーのデータ自体がテクスチャを持っていないので、それを用意するところから始める必要があります。よく知られる地形テクスチャの入手先として、国土地理院のウェブサイトがあります。ここでは地理院タイルというデータが配布されているので、このタイル座標確認ページというところで詳細度、X と Y 座標を調べ、それをこのような URL に当てはめると、航空写真のタイル画像というものが取得できます。これを必要な地域分すべて集め、Photoshop などで1枚の画像にまとめ、必要に応じて色調補正などを行えば地形テクスチャの完成となります。このテクスチャを地形のマテリアルのベースマップにアサインすれば、このようになります。ただこの地形データにはテクスチャの UV 情報も持っていなかったので、プラナーマッピングという方法でテクスチャを貼っています。以上でプラトーのデータの調整は終わりです。これからいよいよ HDRP の機能を使っていきますが、その前にデフォルトのライトとカメラの設定にも少しだけ調整を加えておきます。まずはシーンにある3、太陽となるライトの設定にあるシャドウのレゾリューション、これをウルトラに変えることです。もう一つはメインカメラ。これのクリッピングプレーンというところにあるファーの値を2万に変えることです。これはどちらも今回のプロジェクトがリアルな都市の大きさなので、より遠くまでレンダリングするための調整となります。ここまでの作業でこのようになりました。HDRP プロジェクトを作成。そこにプラトーを読み込み、FBX に変換しました。変換後のマテリアルを一括調整。地形にテクスチャを加えて、最後にライトとカメラを微調整しています。画面左に一覧を載せましたが、その多くは FBX を使うときのいつもの手順という感じのものです。続いて環境の設定に移ります。ここでいう環境とは、プラトーを置いたこのシーンの空や空気などを指します。この環境の設定、そして次のカメラ設定には、HDRP のボリュームフレームワークという機能を使います。これは Unity のいろいろな設定を 3D 空間に紐付ける機能なのですが、今回細かな説明を省き、初めから用意されている、この Sky and Fog Volume というシーン全体に影響を与えるボリュームを編集していこうと思います。設定はこのようになっており、ここに最初から4つ並んでいるのがそれぞれ別の効果となっています。この効果を追加したり、設定を調整することでいろいろな効果を加えていきます。ここからはスライド資料と並行して実際に Unity のプロジェクトを使って解説を進めたいと思います。これが今私の手元で動かしているプロジェクトです。こちらがシーンビュー、そしてこちらがゲームビューです。先ほどまでのお話の通り、このシーンはほぼ新規シーンにプラトーのデータを置いただけの状態です。ですので、プラトーのデータを非表示にすると、新規シーンと変わらない姿に戻ります。では最初に、ここにある Sky and Fog Volume を選択します。この設定を編集していくのですが、その前にこの設定のクローンを作成しておきます。ボリュームの設定はプロファイルというデータに保存されており、別のプロファイルに簡単に切り替えることができます。クローンボタンをクリックすると現在のプロファイルの複製が作られるので、何かあってもすぐ元の状態に戻すことができます。この複製したプロファイルを使って早速始めたいと思います。まずはフィジカリーベースドスカイ、物理ベースの空という機能です。これは太陽の角度に応じて自動的に空と光の色を変える機能です。ざっくり言うとこれだけなのですが、
内部的には大気のミー産卵やレイリー産卵なども計算した精密なものとなっています。このフィジカリーベースドスカイは最初からボリュームの設定で使われています。ですのでこのように太陽となるメインライトの角度を変えると空の色が変わります。各設定項目はグレーになっていますが、フィジカリーベースドスカイは初期設定の状態から特に変えるところがないので、これはそのままにしておいて大丈夫です。調整の必要はなしということで、そのままで使っていただければ大丈夫です。続いてフォグです。これも初期の設定に含まれています。フォグは大気や霧などによる遠方の霞を表現するための技術です。このフォグは奥行きと高さ方向にそれぞれグラデーションを設定します。またボリュメトリックフォグという設定を使うと、フォグの中を通過する光の様子も再現され、よりリアリティのある表現となります。では、フォグを設定していきます。このビルの下の方にもやっと見えているのが現在のフォグです。やや不自然に見えますが、これはプラトーを使ったシーンの大きさと、現在の設定の相性が主な原因です。ですので、フォグの距離を調整したいと思います。ここに限らず、HDRP での距離の単位は原則メートルでお考えください。ボリュームオーバーライドからフォグの設定を開き、まず奥行き方向の調整、霞の距離となるフォグアテニエーションディスタンスを2000、フォグのかかる最長距離のマックスフォグディスタンスを20000に設定します。これで奥行き方向の設定は完了です。続いて高さ方向のグラデーションをソフトにするため、ベースハイトをマイナス80、マキシマムハイトを300とします。これでシーンの大きさに馴染みました。ボリュメトリックフォグも使いますが、これは最初から有効になっています。他の設定はそのままで大丈夫です。フォグの設定です。枠で囲んだところが今回の変更点です。皆さんがご自分で試される際には、こちらをご確認ください。続いて、クラウドレイヤーという機能を使い、空に雲を追加します。これはテクスチャベースの雲で、とても簡単に扱うことができます。雲自体はテクスチャ画像を使いますが、太陽による陰影の変化、風で流れる様子、地上に落ちる影なども再現できる、とても楽しい機能となっています。ではこれも設定していきます。クラウドレイヤーは最初の設定にはないので、Add Override から追加します。Add Override から Sky、クラウドレイヤー、これを選択します。追加しただけでは何も変わりませんが、ボリュームオーバーライドの別の設定、上の方にあるビジュアルエンバイロメントという設定を開き、バックグラウンドクラウドという項目をクラウドレイヤーに切り替えると、このように雲が現れます。シーンビューの方が見やすいので切り替えます。クラウドレイヤーには最初からテクスチャが1枚入っていまして、レイヤー A のオパシティ、RGBA のスライダーを動かすことで、4種類の雲の濃さを自由に設定できます。
この値は好みで決めていいのですが、今回は上から 0.2、0.05、0.4、0としました。クラウドレイヤーの設定はこんな感じです。ビジュアルエンバイロメントの設定もお忘れないようご注意ください。次はシャドウ、影の設定です。環境についてはこれが最後の設定となります。このシャドウにはどのぐらい遠くまで影を描くかや、カメラからの距離に応じて影の解像度を変えるための設定があります。シャドウも最初の設定にはないので追加しましょう。こちらは Add Override のシャドーイング。シャドウを選びます。シャドウの設定は少し効果がわかりにくいかもしれませんが、ひとまず次の通りに設定していただければ大丈夫です。まず Max ディスタンス。影を描く最長距離を2万にします。次に、ワーキングユニットがパーセントであることを確認した上で、スプリット1、2、3にチェックを入れ、3、2、1の順番で、それぞれの割合を50、30、15に変えます。これは影の解像度が変わる距離の設定で、最長距離に対しての割合で設定しています。パラメータはこのようになります。これで環境の設定が全て終わりましたので、最初の状態と比べてみましょう。これが最初の状態。環境の設定前です。そしてこちらが設定後です。手順はわずかでしたが、最初と比べるとシーンにプラトーを読み込んだだけという感じがだいぶ薄れたのではないかと思います。続いてはカメラの設定に進みたいと思います。カメラは特に必須になりそうな要素を基本要素、味付けのような部分は追加要素として分けてお話しします。まずは基本要素からです。最初はエクスポージャー、露出の設定です。カメラに取り込む光の量の調整です。HDRP の現実的なレンダリングでは、この露出の設定がとても大切になります。HDRP では現実世界と同じように太陽の明るさは13万ルクスなど現実的な値で固定して、写りの明るさはカメラの露出でコントロールすることになります。露出の設定方法はいろいろと用意されており、直接 EV を変えたり、実物のカメラのように絞りやシャッター速度などで設定することもできます。また、スマホなどで使われている自動露出の設定もできます。自動露出には露出補正も使えるので、自動かつ意図的な露出コントロールということもできるようになっています。では、エクスポージャーを設定していきます。エクスポージャーはほぼ必須の項目なので、最初からセットされています。モードはオートマチックヒストグラム。自動露出の一種が使われています。ですので、このままで明るい場所でも暗い場所でもちょうどいい見た目になるように自動で調整してくれます。自動露出は便利なのですが、今のままでは少し映像が暗く感じるので、露出補正で明るくします。ここにあるコンペンセーションの値。これを 1.3 まで上げると、画面全体が明るくなりました。この数値も現実に近く、カメラに詳しい方にはとても馴染みのある数字かと思います。そして作業はこれだけです。
エクスポージャーは露出補正のみの変更でした。次は Depth of Field、被写界深度の設定です。これは写真のボケ表現、見せたいものを強調したり、空間を感じさせるなど、写真の基本的な芸術的表現として定着しています。HDRP の DOF は手動、または実際のカメラと同じような設定で、ボケの強さを調整することができます。では、DOF をボリュームに追加します。こちらは Add Override のポストプロセッシング、Depth of Field というところにあります。今回はフォーカスモードをマニュアルレンジにして手動で設定していきます。まず先にクオリティをハイに切り替えて高品質な設定にしておきます。次にボケ具合の設定をしていきますが、これはニアレンジ、ファーレンジという距離で調整していきます。これは手前側のボケと奥側のボケという意味で、それぞれスタートとエンドの距離があります。そしてニアのエンドとファーのスタートの間がピントの合っている距離です。今回はファーの距離からエンドを3万、スタートを500、手前のニアを0から300と設定します。この設定は遠くも少しボケているのですが、どちらかというと手前側のボケを強調した設定となっています。これは手前で大きく映っている建物や地面の品質をごまかしたいという意図もあります。Depth of Field の設定は以上です。Depth of Field の設定はこのようになりました。次の設定に行きます。次はホワイトバランスという効果を加えていきます。これは写真の色味を調整する機能です。色温度と色かぶり補正を調整することができます。これもボリュームオーバーライド、ポストプロセッシングのホワイトバランスから加えます。色温度を変えると、暖色、寒色と色味が変わるのがわかります。ただ、基本的にはあまり大きく変えるものではありません。この調整は好みにもあるのですが、今回は映像が少し暖色寄りなので、色温度を少し下げる方向でマイナス6に設定します。このあたりの調整は比べないとわからないぐらいわずかな違いですが、この小さな積み重ねが最終的なクオリティにつながっていきます。ホワイトバランスについてはこういった形です。そしてこの次からは追加要素、必須ではない味付けの部分のお話となります。ここでは主に本来の写真では嫌われている要素、現実のカメラの不自由さという部分を意図的に加えていきます。そういうネガティブな要素も加えることで、映像の現実感が増すという感じです。まず最初はレンズディストーション。これはカメラのレンズ特性によって映像の端の方が少し歪んでしまう現象です。ボリュームにレンズディストーションを加えます。これはポストプロセッシングのレンズディストーションを選びます。そしてインテンシティにチェックを入れてスライダーを動かすと映像が歪みます。
今回は 0.1 として、わずかに丸くなるような樽型周差を加えます。これも先ほどのホワイトバランスと同様に、比較しないと違いがわからないぐらいがちょうどいい感じです。レンズディストーションについては、インテンシティのみ 0.1 です。続いてビネット。これは映像の端の方が真ん中に比べて少し暗くなってしまう現象です。ボリュームにビネットを追加します。ポストプロセッシングのビネットです。これもインテンシティにチェックを入れ、スライダーを動かすと効果がわかります。これも小さな数値で 0.25 としておきます。効果のオンオフを比べてみます。この手前側のあたりは DOF やレンズディストーションと合わせてアナログ感が増してきているのが感じられるのではないかと思います。周辺光量落ち、ビネットについてはインテンシティを 0.25 にしました。そして次が設定項目としては最後になります。フィルムグレイン、フィルムに入る粒状のノイズです。この効果は作業画面の方がわかりやすいと思います。フィルムグレインもポストプロセッシングから追加します。そしてこちらはまずタイプを選んでインテンシティをコントロールする形になります。インテンシティを上げるとノイズが出ますので、この状態でタイプを変えてみます。芯では小さなノイズ。これをミディアム、ラージと変えるとノイズの大きさが変わるのがわかります。今回の設定はタイプを芯2、インテンシティを 0.6 としました。このフィルムグレインの効果はいつもいい感じになるわけではないのですが、今回はプラトーで使われているテクスチャに少しノイズの多い傾向がありましたので、それを中和するために使いました。画面全体にノイズを加えることで、テクスチャのノイズが目立たなくなる、馴染ませるという考え方です。最後のフィルムグレインの設定はこうでした。これで全ての設定が終わりましたので、カメラ設定の前後の方も比べてみたいと思います。こちらがカメラ設定に入る前の状態。これがカメラ設定が終わった後です。いろいろな効果が合わさって自然な仕上がりになっているのが分かっていただけるのではないかと思います。最後の仕上げに太陽の向きを調整します。もちろんこれは Unity、リアルタイムなので、このようにライトの変化によって即見た目が変わります。そしてここまでで環境とカメラの設定がしっかりできているので、どの向きから光が当たっても違和感なく品質が保持できています。今回は仕上げとしてやや逆光気味にしたいと思います。プラトーの良さを引き出し、粗を隠してくれるライティングです。X を26、Y を35度あたりにします。そうすると、奥から手前に光が伸びている様子や、空気の中を光が通っている感じも綺麗に出ていると思います。これで全ての作業は完了です。では最後のまとめです。おさらいのため、スタートから完成までをざっと見てみます。まず HDRP のプロジェクトを作りました。その上にプラトーのデータを配置しました。
ここでは少しだけマテリアルの調整などもしました。そしてここからはボリュームフレームワークを使いまして、フィジカリーベースドスカイ。これは初めから入っていたものです。次にフォグを設定しました。そしてクラウドレイヤーで雲を追加しました。ここでは雲が加わると同時にビルなどの明るさが変わっているのもわかると思います。続いてシャドウ。そしてエクスポージャー。露出の設定です。ここはライトを明るくしているのではなく、カメラの露出を上げて画面を明るくしているのが大事なところです。次に DOF。控えめに使っていますが、オンオフを切り替えると効果の大きさがわかると思います。特に手前の建物と地面の境界がうまく馴染んで見えるあたりがポイントです。続いてホワイトバランス。これは好みにもよりますが、画面の中に寒色と暖色がバランスよく配置されるあたりを狙うと画面が華やかになると思います。そしてレンズディソーション。これも少し使っているだけですが効果は絶大です。またこのレンズディストーションは動画などで画面が動く場合により高い効果を発揮します。次はビネット。最後にフィルムグレインで全体の質感を整えています。そして最後にライティングを調整して完成となりました。ただここまでの流れを見てみると特に印象が大きく変わるポイントがあったかと思います。それはこのエクスポージャーと最後のライティングの2箇所です。そこで最短ルートとしてエクスポージャー以降の作業をすべて飛ばしてライティングをするとどうなるかを試してみました。それがこちらです。どうでしょう？少し物足りない感じもありますが、場合によってはこれぐらいで十分という状況もあるかもしれません。何より手間は半分で済むので、まずはこのぐらいで試してみるというのはありだと思います。私も実際に試すときには、まずこのあたりの主な設定を先にして、その後様子を見ながらいろいろな効果を加えていくというような進め方をすることが多いです。今回、プラトーで高品質な絵を作るという目標でこのお話をしてきましたが、ビジュアル制作の素材としてのプラトーにも、やはり長所と短所があると感じました。長所は何といっても、実物大の形状と配置、そしてこの量の本物のテクスチャも付属しているということは本当に素晴らしいと感じます。それにモデリングの細かさなどは、今回のような広い地域を表現するには最適だなというふうにも感じました。逆に言うと、近づくには厳しい密度ではあります。特に地上付近は見る方の目も厳しくなるので、難しいところも多いかなと思います。それとテクスチャの品質は陰影がかなり強く入っているところとノイズが多いところが今回どう解決しようかというポイントでした。そこでこの長所と短所をもとに今回の設定、レンダリングの計画を立てています。俯瞰からの撮影や近距離をぼかし、中距離で密度や情報量を見せ、遠距離はフォグを効かせて遠近感を出すというあたり。また逆光でプラトーのいい面、モデルの形状を強調し、ノイズを使ってテクスチャ品質を中和するといった感じです。このあたりはレンダリングに加えてアーティスティックな絵の見せ方という部分も入ってきますが、こういった作業が短時間で可能となるのは、何といっても実在データのプラトーと現実ベースのレンダーパイプラインである HDRP の親和性がとても高いということが挙げられると思います。その結果として迷いなくセッティングを進めることができたと思います。今日の作業はとても簡単に試すことができますので、ぜひ皆様もご自身でトライしていただければと思います。今回の講演は以上となります。ご視聴ありがとうございました。